Seaside Mountain Downtown Island Ibiza Cafe。 皆さんこんばんは。 FM ムーブ DJ のヤコミカです。この番組は今話題の音楽情報を中心に FM ムーブ神戸とロサンゼルス DJS レディオ2曲ネットでお届けしてまいります。この後15分間よろしくお付き合いください。はい、始まりましたイビザカフェ。日本の皆さん、ロサンゼルスの皆さん、こんばんは。神戸でも緊急事態宣言が出ており、世界的にもまだまだ大変な状況ですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。あらゆる業界で深刻な情勢ですが、エンターテインメント業界も厳しい局面を迎えております。私も DJ ですので、昨年からはほとんど仕事がない状態ですが、何か家でできることと思い、昨年から作曲を始めております。作曲といっても DJ の場合はクラブミュージックになりますので、デスクトップミュージック、いわゆる DTM と言われます。この DTM というのは机の上で作る音楽のことを指しており、別の言い方をすればコンピューターを使って音楽作成をすること。楽器を持ってスタジオに行ってレコーディングなんてことをしなくても、コンピューターさえあれば卓上でできてしまうというわけです。その DTM を作成するソフトを DAW と言います。 DAW は国内外数多くのメーカーがたくさんの製品を出していますが、私はエイブルトンライブというソフトを使っています。この DTM はかなりのスキルとセンスが必要になりますので、日々悪戦苦闘しているのですが、インスピレーションを高めるために海辺のカフェで作成したりしています。何曲か仕上がりましたらこの番組でも流したいと思いますので、皆さんぜひ聴いてくださいね。さて本日は世界最古のエンターテインメント、舞台芸術、能に関する奥義が秘められた室町時代から伝わる古典的名作、世阿弥の風刺家電をご紹介したいと思います。この風刺家電は教科書や受験に出てくるような有名な作品ですが、どんな内容かざっくり申しますと、競争社会の中で勝ち抜いていく戦略、年齢を重ねても生きがいや輝きを失うことなく美しく生きていく術を教えてくれる作品です。能に関する本ですが、ある時は経営やマーケティングの本に思えたり、またある時は芸術論や人生論、あるいは哲学書のように思えたり、実に魅力を持った本なのです。皆様も初心はするべからずとか、あの人は花があるとか聞いたことがあると思います。これらはすべて世阿弥が作り出した言葉です。彼は天才的な能楽師でもありましたが、新しい言葉を生み出す天才でもあったのです。さて能とは何かというと、能面という仮面をつけて行う演劇のことです。正確に申しますと、音楽と踊りと演劇を融合させた歌舞劇というエンターテインメントになります。ただ扱っているテーマが人間の悲しみ、苦しみ、怒りという側面になります。この能はそんな人間の救われない心、魂を鎮めるという文脈がそこには流れているのです。では狂言とはどう違うのでしょうか。能が怒りと悲しみを描くのに対し、狂言は人間の普遍的な愚かさを笑いで表現しています。能と狂言のルーツは奈良時代に中国からもたらされた山岳という芸能に行き着くと言われています。そして室町時代になると、この山岳は猿楽能という芸能に発達していきます。実は当時京都周辺には猿楽能を演じる一座、いわゆる同業者集団がひしめき合っていて、芸能サバイバル時代でもありました。そんな中、お隣の奈良県に小さな猿楽能の一座がありまして、そこの棟梁を務めていたのが世阿弥のお父さんである
観阿弥という男でした。そして京都でてっぺんを取ろうじゃないかと決意します。これが大成功を収め、室町幕府第3代将軍足利義満の目に留まります。この時将軍や貴族たちを虜にしたのが、当時若干12歳であった鬼夜叉という少年世阿弥です。一体なぜまだまだ修行の身である12歳の世阿弥が大勢の観客の心を奪ったのか。それは当時の世阿弥少年がこの世のものとは思えないほど美しい少年であったからです。さらに足利義満公は美しい美少年が大変好きであったそうです。世阿弥は時の最大権力者の心を一瞬にしてわしづかみにしてしまったわけです。加えて世阿弥少年は和歌や蹴鞠など貴族とお付き合いできるほどの教養を兼ね備えていました。このことは一座にとって最強のパトロンを見つけたということですね。そしてこの10年後、当時22歳であった若き世阿弥がこの一座を率いることとなります。そして後継者がいなかった世阿弥は甥にあたる御阿弥を養子に迎え入れ、自分が父である観阿弥から教わったことをそっくりそのまま代々に引き継ぐことを本気で考え、ついに筆を取ります。そして世阿弥が56歳になった頃、20年以上もの時を経て命を懸けて紡いだ能楽の聖典がついに完成します。その名は風刺家伝。この本の内容を全てはご紹介できませんので、最重要キーワードの花、これについてご紹介していきます。一つは自分の花、二つ目が秘する花、最後が因果の花。世阿弥が生涯追求した花とは一体何だったのでしょうか。まずは自分の花。幼い少年には花がある。何を演じさせても人を魅了させる美しさがある。しかしこの子供たちが持つ花というのは永遠に咲き誇る誠の花ではない。ほんの一時だけしか咲かないかりそめの花、すなわち自分の花である。そして20代半ばになると競争に勝ち誇り、思わず舞い上がってしまい、自分はすごい人間だと勘違いする。残念ながらこれも誠の花ではない。若さゆえの美しさ、これもいずれ失われる自分の花なのだ。そうやって自らを戒めなければ、そこで成長は止まってしまう。まだまだ自分には学ぶべきことがたくさんある。一時の花を自分の実力と勘違いしてしまうと、そこで成長は止まってしまう。40代を過ぎると体力も衰えてくる。その時期にその人間が真実の花を得得したのかどうか一目瞭然になってくる。この時期は自分をよくよく振り返り、時間の使い方を考えておかなければならない。年を取るにつれ昔の華やかさや魅力が衰えてくる。この時期は若い者に花を持たせ、無理せず自分に合った演じ方をすべきである。しかし本当に優れた役者であれば、年を取って見どころが少なくなってもなお花が残っているものだ。我が父観阿弥は52の時にこの世を去ったが、たとえ老いた木になったとしても、そこには年齢を重ねた者にしか表現できない色気や美しさがある。これこそ目指すべき真実の花であり、それを手にするための人生戦略を風刺家伝に説いたというわけです。そして秘する花、つまり秘しているからこそそれが花になる。それを公にさらし手の内をさらけてしまえば、それはもはや花ではない。物事を秘めるか秘めないか、この境目は極めて重要であることを心に留める必要がある。これは何も能に限ったことではない。あらゆる諸芸能において珍しい、面白いと思う気持ち、演出を秘めてこそ観客がその意外性に湧くのである。これは全ての社会において通用することであり、決して秘め事を悟られてはいけない。敵が油断をし対策を講じる前に叩きのめす、これが勝負事の鉄則である。秘すれば花なり。
非せずは花なるべからず。能楽師というよりも勝負師であるという世阿弥の精神を垣間見れたのではないでしょうか。そして因果の花。この世の一切は原因があり、そして結果がある。幼少期から稽古を積み名声を得たのであれば、それは数々の稽古を積んできた経緯が原因であって、名声というのはその結果である。したがって良い結果を得たければ、その原因をよく見つめなければならない。運気が悪い時は無理をせず、あえて力を抜いて勝負すべきである。そしてここぞという大一番が来た時に一気に力を入れ、自分の強みを発揮する。興ざめしていた周りの人間も、ああそうきたかと驚かされ、最終的に勝利をつかむことができる。つまりこれが先ほど伝えた珍しい面白いという非せる花のなせる技。そしてその時代に応じて、相手の心に合わせて、その時々に応じて最も適切なものを用いること、これもまた花なのである。特にど根性で全勝を目指せというのではなく、きちんと時の運を考慮に入れ、力を温存しながら勝負どころを見極めて勝負せよというところは、まさに策略家ですね。そして血筋や家柄ではなく、本当に継ぐべき人間に継がせてやってくれ。最後の一文で秘伝秘伝と2回伝えて筆を置きます。今風に言うのであれば、絶対に絶対に言うなよということですね。実際に明治時代になるまで風刺家電は存在すら明かされていませんでした。知っていたのは江戸幕府を作った徳川家康という将軍クラス、あとは能の継承者だけだそうです。つまり実に400年間風刺家電は大切に大切に守られてきたわけです。そして今能楽は観阿弥世阿弥の意志を継ぎ、世界最古の舞台芸術として約700年という堂々たる歴史を築いています。ぜひ実際に風刺家電を読んでいただき、世阿弥が伝えたい花とは何だったのか、実際に能を見てあなたの心で感じ取ってみてください。ではまた来週も素晴らしい作品に出会えますように。皆様健やかにお過ごしください。FM ムーブ神戸とロサンゼルス DJS レディオ2曲ネットでお届けしてまいりましたイビザカフェ。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。この番組に対するご意見やメッセージはファックスと E メールで24時間受け付けております。ファックス番号は 078-334-2761、 メールアドレスは神戸@fm-move.com、 ムーブの綴りは MOOV ですので、お間違いのないようにお願いいたします。あるいは FM ムーブ神戸のウェブサイトからリクエストフォームをご利用ください。では皆さん、素敵な夜をお過ごしください。また来週この時間にお耳にかかりましょう。イビザカフェ、お相手はヤコミカでした。Have a good night.